どうも、底辺アクアリスト黄昏です。皆さん、以前動画にした海外の高性能水中フィルターのことは覚えていますでしょうか？まだそちらの動画を見ていない方は概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひそちらも見てやってください。その動画では海外で作られている怪しげなフィルターを実際に購入してみて、日本の製品との違いを見ていきました。やはり海外の製品はいろんな意味で面白く、実際に触ってみて気づくことも多かったです。効果や性能に関しては正直証明のしようがないので何とも言えないところではありますが、日本というアクアリウムの市場規模が狭い国よりも圧倒的にユーザーの多い海外の方が進んでいる部分もありましたね。そんな海外製フィルターを実際に購入しレビューしたことで、自分の海外製品に対する好奇心が生まれてきました。というわけで今回は前回とはまた違った角度で面白い海外製のフィルターを紹介していきます。このフィルターに関しては Amazon でも購入できるので、動画を最後まで見て気になったという方は概要欄のリンクから飛んでみてください。それでは早速今回紹介するフィルターをお見せしていきます。それがこちら ZHHMI 水槽フィルター、水槽ろ過、生物ろ過、物理ろ過、水槽水質改善、浄水フィルター、ろ過装置、あらゆる種類の魚タンクに適しています。価格は1299円。こういった海外製品は検索に引っ掛けるためにあらゆる単語をこれでもかと詰め込んでいるので、一体どこまでが商品名なのかはわかりませんが、しっかりと商品名に書かれてある名前を一言一句漏らさずに紹介しました。一応パッケージにはニューマティックフィルターと書いてあるので、こちらが正しい商品名かもしれません。もっと雑なパッケージの商品かなと思っていたんですが、思いのほかしっかりとしたソフト箱でびっくりしました。ちなみにこちらのフィルターはアリエクスプレスでは260円で売られています。ではなぜアリエクではなく Amazon で買ったのかというと、アリエクは送料が900円もかかるからです。それでもアリエクの方が安いですが、2週間待たないといけない&若干発送周りが心配なアリエクで購入するよりも、数日で届きつつ安心の Amazon で買った方がいいなという判断です。アリエクはこういったパッと見激安に見えても、送料が商品価格自体よりも圧倒的に高いなっていうものがザラにあるので気をつけてください。このフィルターはニューマティックフィルターという名前からわかる通り、エアーポンプを利用したフィルターとなっています。よくあるスポンジフィルターってやつですね。ただこちらはよく見えるエアーポンプで駆動するスポンジフィルターとはだいぶ違います。なかなかユニークな見た目をしているので、そこら辺もしっかり見ていきたいと思います。外箱には何やらいろいろ文字が書かれていますが、おそらく中国語で書かれているので全くわかりません。外箱を見ても一切情報が読み取れないので、早速実際のフィルターを見ていきましょう。それでは開封。中を開けるとフィルター本体が出てきました。下部はスポンジ、上部には何やら空洞があります。見た感じはよくある低床に直置きする投げ込み式のスポンジフィルターのようですね。ちなみにこちらはイメージよりも結構大きく、画面で伝わっているかはわかりませんが、高さ 14.5 センチ、直径 8.4 センチもあります。これだけでかいと結構ろ過能力にも期待できそうです。続いて出てきたのはなんと生物露材です。見た目はエーハイムのサブストラットプロに似ていますね。ただサブストよりも一回り以上大きいです。最後に出てきたのは一番下に取り付ける吸盤。これを取り付けることによってがっちりと水槽底面に取り付けることができるようになります。こういった機構になっているということは、このフィルターを使用する水槽はベアタンクを想定しているのだと思われます。こんな目立つフィルター、ベアタンク水槽などの生態メインのとこでしか使えないでしょうしね。映像では早速取り付けを開始しているんですが、この吸盤がめちゃくちゃ入れづらい。穴が小さくて接続部分を曲げながらじゃないと入らないですし、そこから取れないようにするために中心にずらつ必要があるんですが、それも硬い。結局無理やり入れ込んだはいいものの、すぐに取れそうな感じの微妙な取り付けになってしまいました。ここら辺はおそらく海外製品特有の個体差がありそうですね。もしかすると他の個体はすんなり入るかもしれません。
こういったパーツの適合性の悪さはさすが海外製品といったところ。国内製品はある程度検品もされているので安心感は段違いですね。吸盤の取り付けが完了したら早速フィルターを分解していきます。フィルター上部のパーツは簡単に取り外すことができるようになっており、ここにエアチューブを取り付けることで空気をフィルター内に送り込むようです。上部の蓋部分にはエアを抜くためのスリットと下までエアを送り込むパイプがついています。その下の透明な円柱状のパーツも上に引っ張るだけで簡単に取れます。感じ的にはプラスチックっぽいですけど、材質ははっきりとは分かりませんでした。そこから無理やり下のパーツを取ろうと思ったんですが、先に吸盤のついた台座部分が取れてます。スポンジを挟み込んでいるパーツたちはどうやら引っ張るだけでは取れないようで、少し回しながら引っ張ることで取れました。このように上の穴部分と下の突起が噛み合ってくっついていたようです。下段のパーツは先ほどの上部パーツのパイプとつながるような空洞が開いており、下のスリット部分からエアーが抜けていくようです。肝心のスポンジフィルターは結構しっかりしており、1000円という価格なりのきめ細かさになっています。指で潰してみてもしっかり弾力があるようなので、ここに関しては国内で販売されているスポンジフィルターと比べてみても遜色はないです。ちなみに形状は周りに6個のくぼみがあり、歯車のような形をしています。これはスポンジフィルターの表面積を増やすことが目的なのかもしれません。ということで、さらっと全てのパーツを分解したので元通りに戻していきます。ただ、この元に戻す作業が地味にやりづらくストレスポイントでしたね。基本ここまで分解しなくていいんで気にする必要はないと思いますが、購入を検討している方はそこら辺も考慮しておきましょう。若干苦戦しつつも透明な円柱パーツまで取り付け終わったので、先ほどお見せした生物露材をここに入れ込んでいきます。結構粉っぽいのでフィルターを回す前にこちらは洗っておいた方がいいですね。そしてこれ入れた後に気づいたんですが、露材を入れた後だと真ん中のパイプが邪魔をして全然組み付けられません。先に上部パーツと透明のパーツを組み付けて、そこに露材を入れて下部パーツと合体させた方がいいですね。というわけでフィルター本体も見ていったので、実際に水槽に設置し稼働していきます。今回も前回同様30センチキューブ水槽を使用します。フィルターを設置した状態がこちら。なかなかの存在感ですね。ど真ん中に鎮座させるだけで圧倒的なオーラを感じます。それではスイッチオン。結構デカめな気泡が上がっていきます。こちらに関しては水流検証をしようかとも思ったんですが、正直エアーポンプの流量によっても違うので割愛。実際の気泡の上がり具合からどんなもんかを感じ取っていただければ幸いです。気泡の上がるスリット部分を見るとこんな感じ。中がどれくらいの気泡の大きさで上がっているかはわかりませんが、どうやらスリットの部分で一旦エアーがとどまることで大きな気泡となって出ていくようです。正直気泡の大きさなんてろ過能力には関係ないのでどうでもいいといえばどうでもいいんですが、個人的には気泡が大きい方が水面を揺らしてくれるのでメリットが多いようにも感じます。CO2 と違ってあくまでもエアーは水流を下から上に流すことが目的なんで、そこまで気にしなくていいです。このフィルターに関しては一番下まで一旦エアーが降りていき、そこから浮力で上がったエアーがスリットから排出される仕組みとなっています。こうすることでスポンジ部分から水がフィルター内に入っていき、その後に生物ろ過ゾーンを通過する形となっています。個人的にはこれは理にかなっている機構だと思っていて、スポンジ部分で物理ろ過を行った後に水が生物露材を通過するので、生物露材自体のろ過能力が落ちにくいです。簡単な構造ではありますが、だからこそメンテナンスもしやすく有用なフィルターだと言えるのではないでしょうか。というわけで実際に開封から稼働までを見ていったんですが、1000円台なら結構ありかなといった印象です。生物露材もしっかり入っているので、露材込みの値段としてなら妥当な価格設定だと思います。正直底面に吸盤で設置するという関係上、エアタンク運用じゃないと設置しづらいという点はありますが、最悪吸盤でくっつけなくても自重で沈んでくれます。利便性で言えばテトラのツインブリラントフィルターの方が無難ではありますが、しっかり生物露材が入っているスポンジフィルターが使いたい人にはうってつけです。
他にもブリラントフィルターの下部に露材が詰まったような海外製品が販売されていますが、それよりも圧倒的に露材の量が多いのでしっかりと差別化できています。何よりエアーポンプだけで物理ろ過と生物ろ過をがっつりしてくれそうな感じが一番の高評価ポイント。というわけで今回はエアーリフト式の200円台で売っていたフィルターの紹介でした。見た目のいかつさが気にならない方は実際に購入してみてはいかがでしょうか。これからも面白い海外製アクア用品があればレビューしていくので、気になる方はぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。というわけで今回はここまで。Twitter と Instagram もやっておりますので、そちらも見ていただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。